これは、FM シャーシ。子供の頃ずっと、FM イコール、フロントモーター、だと思っていたのだけど、正確には、FM イコール、フロントミッドシップ、ということらしい。確かにモーターはフロントの車軸より後ろにある。そして FM シャーシの特徴は、重心が前よりで安定した走行ができる、らしい。つまり車軸より前にモーターを搭載すれば、さらに前重心で超安定走行が可能なのでというわけで開発を開始する。まずは今回の必須条件であるモーター配置。フロントの車軸の前に搭載する。モーターに合わせてカウンターギアとスパーギアを配置。クラウンギアとプロペラシャフトは既製品を参考に配置。電池はスペースが広くなったので、前に寄せてしまおう。これに合わせてシャーシを設計。スイッチやバッテリーホルダーを作れば、3D データ完成。思ったほど違和感がない見た目になった。3D プリント中。ここからは組み立て。まずはリアから。次はフロント。駆動チェック。良い感じ。次は配線。市販のターミナルを曲げて、この部品に差し込む。シャーシの裏からモーターを入れて、先ほどの部品をスライドすることで電極が接触する。さらにモーターががっちりホールドされて駆動が良くなる。ちなみに整備性は最悪である。次はスイッチ。シャーシの裏からスイッチを差し込み、市販のターミナルを取り付ける。安心と信頼のターン式スイッチである。電池を入れて最終確認。動いたのでよし。バッテリーホルダーをつければ、フロントモーターシャーシ、完成だ。どれだけ前重心になったか FMA シャーシと比べてみる。条件を近づけるために余計なパーツは外してある。重心はだいたいこの辺り。今回作ったフロントモーターシャーシはだいたいこの辺り。かなり前重心になっているぞ。ボディは机の上にあった、アバンテマーク3を装着。モーターとボディが干渉するのでバッサリ切ってしまった。今回ばあちゃんの部屋にコースを置かせてもらった。襖に傷がつかないようにマットで保護してある。テスト走行。普通だ。とは言っても、まずは普通に走れることが重要なのだ。先ほどの FMA と比較してみよう。どうやら市販品と同じくらいの走行性能は実現できたみたい。ここからは速度を上げていって安定性を見てみよう。まずはトルクチューンを装着。テスト走行その2。ジャンプは問題なさそうだけどコース内で蛇行している。さすがにリアにもローラーが必要だな。というわけで前後にカーボンステーを装着。これで蛇行を防ぎつつ強度もアップする。テスト走行その3。前後ローラーの効果で速度が上がったけど、着地は安定している。もっと速くしてもいけるぞ。こいつの出番が来たようだ。プラズマダッシュモーター。これに 3.7V バッテリーを装着すればかなり速くなるはず。スイッチオン。タイヤを接着してスイッチオン。これは、まあ襖は保護してあるし大丈夫だろ。ジャンプで飛んでしまう予感はしていたけど、最初のコーナーすら曲がれなかった。多分駆動の設計が良すぎて一瞬で加速したんだ。今回の敗因は一気に速くしすぎたのと、セッティングがポンコツだったことだと思うので、このあたりを改善していつか再挑戦したい。あとなぜか障子の枠に凹みがあるけど今回の件とは関係ないと思う。